So early morning come here, early morning. No. Money, money. Yeah, no money. Yes, I am high school. How much is the tender? After sitting inside, okay? Quapac, Himalaya, baby cocoon animal. Lights all are very good prices, 7 sec. Want to know about really India? Chai, masala chai. 100 रुपए की कर दूं労働に疲れたので海外へと行ってきます。到着しました。インドです。ウーバーでタクシーを拾って宿へと向かいます。渋滞でタクシーが進めなかったため歩きになりました。途中下車して歩きます。だんだんと治安が怪しくなってきています。タクシーの運転手曰く、この辺りは貧しいエリアで宿泊すべきではないと言っていました。宿に着きました。年季の入った宿です。埃っぽくて湿っぽいです。価格は1泊1000円という格安のお宿です。通常価格から 80% 割引されていました。充電周りは壊滅しています。水回りも終わっています。インドではトイレットペーパーではなく、この蛇口でケツを洗い流すようです。今日は疲れたのでカロリーメイトを食べて明日に備えます。おやすみなさい。仮眠をとってすぐ目覚めました。まだ受付の人が寝ています。起こすのは忍びないので宿を散策します。屋上からインドの街を見下ろします。この夜道の中を一人で歩くのは危険です。
ですが、どうせ暇なので出かけることにします。チェックアウトを済ませて宿を後にします。この辺り一帯は砂ぼこりが常に舞っていて曇っています。しばしインドの夜道を共に散策しましょう。このエリアはバハマールガンジエリアとなります。バハマールガンジはスリや詐欺、ドラッグの取引など軽犯罪も報告されており、特に夜間は治安が悪化する傾向があります。女性や一人旅の旅行者は夜間の外出を避けるなど十分な注意が必要です。とのことです。ただ、評判よりは安全な場所です。ニューデリー駅周辺に来ました。駅周辺は賑わっています。Thank you. チャイを飲みながら一服します。本場のチャイはうまいです。スタバのチャイティーラテを10倍に濃縮したような強烈な甘みを感じます。トゥクトゥクに乗って爆走します。20ルピー程度あれば大体の場所に行くことができます。このオートプレイスに到着しました。このエリアはインドの中心街で高級店やレストランが立ち並ぶ良いエリアです。10 o'clock. Waiting. 謎のおじさんに話しかけられています。 Early morning also. この this place Not this, yeah. store Yeah. What time train? What time? what time? What time? Delhi to Varanasi, Agra. Which class? Which train? This Starbucks. このおじさんは平たく言うとインドの旅行客をターゲットにした詐欺師です。 Tea- this tea mas- インド旅行でどこに行くんだ、電車チケットは取ったのか、そのチケットじゃダメだ、いいガイドがいるぜ、行こう、みたいな流れです。とりあえず人にはついていくことにします。旅行ガイド屋さんに案内されていろいろ調べてもらっています。一旦解放されました。電車のチケット購入は不要でしたが、旅行ガイド経由で宿泊先の宿を取りました。イマルーティーというおやつをいただきます。甘すぎて口に合いませんでした。ちびっこにお金をせがまれています。 No, no. Yes. Yeah, no, 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 no money. Hair baby baby. Well, no, Yes, money money. yeah, no, no money. Yeah, この後インド旅行で20回は 10 rupees. 子供に金銭を要求されました。 No money.
Omane? Yes, I am high school. Yes, but my school and the finish, but my その後もインド人の青年に絡まれていろんなお土産屋さんに連れ回されています。これがすごい葉っぱ使ってますから、このままでいきます。牛乳入れてもいきます。I like it this one very much. I like it. Very much. ベンダー的な感じでお土産屋さんに旅行客を流すことでこの青年にお金が入ってくる仕組みです。謎のパジャマを勧められましたが、ただの布だったので買いませんでした。金にならないと見かけられたのか解放されました。一人孤独にランチを食べます。その後は一人でインドのニューデリー周辺を散策します。インドは至る所にお店が並んでいて賑やかです。ゴミではなくいい品が並んでいます。और 350 450 और कुछ करवाना ना 350 日が落ちると治安も悪くなるので早めに宿に戻ります。今回の宿はこちらです。ここはまだ清潔で空気もきれいです。水回りも合格です。ここなら安心してシャワーを浴びることができます。2日ぶりのシャワーも浴びてすっきりです。明日もインドを楽しんできます。今日もいい天気です。宿周辺を散策します。
このエリアは子供連れが多いです。ちびっこを遊具で遊ばせています。インドでも猫は可愛いです。少し移動して昼食にします。カレーをいただきます。基本カレーはどこで食べてもうまいです。カリカリの生地の中に具が入っていてボリューミーでした。食後に変な葉っぱを食べましたが、口には合いませんでした。今日は寝台列車に乗るので、それまで時間を潰します。変なインド人のおじさんに話しかけられています。これも旅行ガイドへの客引きです。インド渡航が初だとかもられるので、インドはもう3回来たことがあると嘘をつくようにしています。仮にならないと思われたのか、会話はなくなりました。無言のまま30分ほど横にいました。しばらくすると仲間と共に帰ってきました。電車が来るまでしばし待機します。親切な駅員さんが案内してくれました。駅員を装った詐欺行為も多いので、オフィシャルの駅員さんを見分ける必要があります。この人は制服と腕章をつけているので本物です。電車が到着しました。Wait here, okay? Then stop after sitting inside, okay? Inside. First class, H1, H1. okay? H1. Okay. Okay? Okay. See you. Thank you. And come back, Yes. I meet you. Thank you. 無事乗車できました。Okay. Thank you.
シーツや毛布も支給されるので寝床を整えます。これでも一応スイートクラスです。トイレは終わっています。めちゃくちゃ臭いです。用も足したのでこのまま電車に揺られて眠ります。目的地のバラナシまで13時間かかります。おやすみなさい。朝です。寝心地もよく快眠できました。到着まで虚無の時間を過ごします。バラナシに到着しました。現地の人に連れられてシルクの製造工場を見学します。No silk, pop-up, Himalaya, baby cocoon animal. It is natural color. Natural color, you coming here, dye, polishing, weaving, pasting, everything making here. No, you going your country, mother asked you, friend asked you. 言われるがままにお店へと誘導されました。very little. 初手で5000ルピーと言われましたが、500ルピーに値切って座布団カバーを購入しました。俺たちは友達だから利益はいらないぜみたいなことを英語で言っていました。そういう人はしきりにブラザーと言って慣れ慣れしく関わってきます。バランシの街並みを散策します。道幅の割に交通量が凄まじいです。常にクラクションが鳴り響きます。あと大量の犬の糞と牛の糞が転がっていて、どこにいてもうんこ臭がします。ガンジス川に到着しました。みんな川で泳いでいて気持ちよさそうです。これが有名なクミクの家です。オーナーが高齢のためお店は畳んでいるようです。カレーをいただきます。もうカレーに飽きています。その後はスパイスを購入したり、いろんな食べ物を堪能しました。
夜に祭りがあるみたいなので、それまで時間を潰します。どんどん人が増えてきました。日本人が物珍しいのか、いろんな人から写真を要求されました。これはインドのいいポイントです。Nice camera. Yeah. Nice. インド人家族と仲良くなって行動を共にします。変な屋台飯を買ってもらいましたが、全然美味しくなかったです。お祭りが始まりました。マハークンブメーラーという祭りで、12年に一度インドの特定の聖地で開催されるヒンドゥー教最大の巡礼拝です。いいものを拝めました。また寝台列車に乗ってガンジス川を立ち去ります。また13時間かけてニューデリーに戻ります。早起きしたので電車の中を散策します。日本の新幹線に比べるとかなり劣りますが、作りとしてはしっかりとしています。廊下はトイレからうんこのフレーバーが染み出してきていますが、スイートルームの部屋は匂いもなく快適です。腹ごしらえをします。カレーに飽きたのでケンタッキーを食らいます。今のところインド旅行で一番美味しい食事です。
晩ご飯はマックで済ませます。気力体力ともに回復しました。今日も電車で遠くへと向かいます。座席に到着しました。予約していた座席に誰かが勝手に座っていたのでどいてもらいました。今回乗車するのは特急電車のような感じです。作りも古く、車内はうんこ臭に満ちています。常に不快指数が100を超えている状態が続きます。電車に揺られること3時間。アグラに到着しました。トゥクトゥクで宿へと向かいます。本日宿泊する宿はこちらです。ここも 80% オフで1泊1200円という格安の宿でした。一見すると綺麗ですが、部屋は埃っぽくて、いるだけで気分が悪くなります。あと、寝具が湿気を吸っていて、とてつもなく重かったです。お腹の調子も悪いので、セイロガンを投与します。おそらく、昨日食べた屋台飯が原因です。お腹の痛みを抑えながら、あぐらを散策します。ニューデリーやバランシに比べるとかなり綺麗で、人も少なく落ち着いている印象です。まるでアラジンの世界です。門をくぐると真っ白なタージマハルが姿を現します。さらに接近を試みます。近くに入るには汚さないようにビニール袋の着用が必要です。圧巻です。今まで見てきたインドの街並みを考えると、この建造物の美しさも数倍に増します。
景色も美しいです。動物の糞や野良犬もいないだけで、とても素晴らしい場所に思います。晩ご飯を食べて宿へと戻ります。少年にお土産を押し売りされています。タージマハルを見た後なので、心も広く対応できます。英会話と思ってしばらく会話に付き合います。宿に戻った後に急激に吐き気と腹痛が襲ってきました。日本から持参した粉末ドリンクとセイロガンを投与します。寒気もひどいので今日は早めに寝るとします。駅に到着しました。インド人は駅でよく転がっています。この図太い神経を見習いたいです。電車の中も賑やかです。大音量の音楽が流れます。電車に乗ること4時間、ジャイプールに到着しました。街並みがかなり綺麗です。交通ルールもみんな守っていて感動します。今まで見たインドの中で一番文明レベルが高いです。カフェに入店します。インドとは思えない雰囲気です。相場より結構お高いせいか、現地のインド人は皆無です。パンケーキを頼んでみました。味はというと、ただ甘いだけです。公園も心地いいです。でもよく見るとゴミだらけです。
建設現場もインド感があふれています。高層でも手作りの足場を組んで作業しています。ジャイプールの栄えているエリアにやってきました。Flexible. They want to know about really India. おもむろにおじさんに話しかけられます。 Have little problem. They don't want to talk to you. また布屋さんに誘導されました。many kanujo. Yes. If you wear this shirt, many kanujo. Very Indian shirts. Wow, very good. 見たことのある布を何度も見せつけられます。 This price, this one, Very nice. yes, and this one.ニューデリーとは違ってお味噌の質もいい気がします。品の良さを感じます。また謎のおじさんに声かけられてついていきます。怪しいなと思ってもとりあえず一度は受け入れます。屋上に連れてきてもらいました。ジャイプールを一望します。そしてこの人のアトリエに連れてこられました。どうやら絵をなりわいにしているようです。そしてここから絵の押し売りが始まります。忖度なく言うならどこにでもありそうな絵を目の前に並べられています。その後の流れはどれが好き、いくらだったら買いたいというのを永遠と繰り返します。Together you can buy together. I make you good price. Yes, I got it. Thank you. ただこの人たちが悪人ということではなく、これがインドの商売の基本的なスタイルです。インドは商品にブランド力がなく、それに対してインド人の大半が販売やトゥクトゥクといった仕事をしています。他のお店との差別化ができないので、みんな自ら積極的にお客さんを引き込み売ることで生計を立てる必要があります。親切にしたり仲良くした後で言いくるめて買わせようとしてくるので、こちらも恩をあだで返すくらいのずうずうしさが必要です。
その後は観光地をブラブラしました。ジャイプールもたっぷりと堪能しました。宿には泊まらず、寝台列車でニューデリーへと戻ります。インド生活も8日目です。身も心もインドに馴染んできました。インド人との相部屋で車内はとんでもない匂いになっていましたが、居心地よく過ごせています。自分も風呂3日間入っていないので臭くなってきています。みんなぞろぞろと階段を上っています。朝のチャイで目を覚まします。今から行動してもお店も宿も入れないので、しばらく駅で待機します。明るくなってきたので行動開始です。明日に帰国するので、今日はニューデリーの観光地を巡り倒します。大量のワンちゃんもいて癒されます。フマユン廟にやってきました。フマユン廟はインド・デリーにあるムガル帝国第2代皇帝フマユンの墓で、1565年にヒ・ハージ・ベグムによって建てられました。石砂岩と白大理石を用いた壮大な建築で、後のタージマハルにも影響を与えたとされるインド初の庭園墓廟です。威厳の漂ういい場所です。次は買い物スポットも散策します。せっかくなのでお宮を買おうと思います。屋台飯にも挑戦します。明日帰国なのでお腹を壊しても問題ありません。
熱々の芋を想像していましたが、冷えていました。あまり美味しくありません。若者に人気のおしゃれエリアにやってきました。ハウズカーズビレッジというエリアです。日本でいう原宿や表参道エリアでしょうか。服好きな生きったインド人たちが闊歩しています。ルピーが余っているので晩ご飯を食べました。これで800ルピーです。これでインドに思い残すことはありません。お金もすっからかんになりました。3日ぶりのシャワーを浴びます。今日でインドは8日目ですが、シャワーは3回しか入れなかったです。体が常に臭かったですが、大衆以上にインドの街がうんちくさかったので、カモフラージュできていました。おはようございます。いよいよ日本に帰国します。インドは辛くもありましたが、とても楽しかったです。この劣悪な環境を体験したことで、日本の過酷な労働環境にも引き続き耐えることができそうです。あっという間に日本に到着しました。9日間同じ服を着ていたので、とてつもなく臭いです。帰宅後、カバンと靴は匂いが取れなかったので処分しました。本日もご視聴ありがとうございました。